TT01 解説お願いします。ありがとうございます。じゃあ早速中見ていかせてもらいます。ボディもこれでいくんですか？もうこれでホイールベースから重さから合わせちゃってる。なるほど。ボディから足してややこしくなっちゃう。はい。ちなみにこれ柴田さんと。S15。はい。ホイールベースがちょっとショートホイールベースになってる。なるほど。これはあれですか？トップラインハヤテ。ハヤテです。ハヤテ白のこっちがノーマルの硬さで、こっちが1個柔らかいです。なるほど。ちょっと前後で変えてます。バネはお好みで。なるほど。じゃあこれが一番調子良かったので。なるほど。じゃあ早速中に入ってもらいます。こんな感じの車体になっています。これは原型がほぼない。まあ今回新商品として MRC さんから発売させてもらってるのがこのバーチカルの背骨と、まあバッテリーのこれですね。これ汎用なんですよね。ですね。あ、でもまあ穴位置があれなんですよ。追加させてもらって、はい、BT とか TT 系のタミヤ系の穴位置になってるんで、なんかそれを装着させてもらって、で一応まあ RCDC のできる初日合うように組み立てしてあるっていう状態です。でカーボンのワイパーですね。これは長さは02純正のものを付けさせてもらって、まあアッパーロアはまあコンバキット、BT のコンバキット、ロアは02のものか。TT02 のロアアームを見れます。TT02 用のロアアームを自分のは使っています。これこんなぴったりでしたっけ？はい、1ミリだけカラー入れる感じですね。なんでホイールベースとかキャスター調整がちょっとできるように、ぴったり偶然ね、すげえっていう感じになってます。なんかここにもなんかありますけど、これラップアップさんの部品なんですけど、なんなんだろう、俺あってもなんかここのネジつけるのにつけてるだけで効いてる感じは正直あんまり俺は分かんなかったです。正直バーチカルがあった方が全然いいかなと思います。バーチカル新商品です。これここはあえてこのままなんだ。グラグラ。はい。グラグラっていうことでもこれでも十分だと思うんだけどなって俺の感覚では。なるほど。エンドポイントがあるジャイロなんで、押しすぎたりとか、あと結局おじリフトしたりするときにしなっちゃうんで、で結局ここが反力で負けてるってことはここの動きが悪い。なるほど。なのでそこをしっかり組んでたら別にあんまり自分の場合は違和感がなかったんで、アルミとかにはしてないし、まああんまり重たくしたくなかったっていうのもあるんで、まあプラのまんまですね。キャンバーとかどんな感じですか？キャンバーがこれは8、キャスターがシャーシがベタな状態で6、で走行時は7くらいになってます。なるほど。はい。キャスターもでこれ3ミリカラー付属のもので、アッパーは前後一番下げてロー側で俺は調整してますね。なるほど。で一番下げた理由も、まあ、ワイパーの突き出しを目いっぱい前に出せるようにして、こっち来た時にちゃんと引き切れるように。なるほど。サーボがですね、こっちでやる。こっち側でやりますけど、そういった時に引き切れるようにっていう形で、アッパーとローの位置を調整したら、まあ、この位置に自分のは来たっていう来ましたね。完璧じゃないですか。綺麗に大体でもややはまり気味なんです。はまり気味。ほんのちょっとだけはまるかはまらんかくらいに自分のはしてもらいました。なるほど。はまるというのはどういうことですか？いやフルで揃ってる。ぴったり揃ってる。本当はちょっとだけ開いた方が転がりはいいんです。なるほど。いや、いい切れ角出ましたね。まあ、旋回重視で、まあ、切れ角自体はやっぱすごく取れるように、ここかな、ナックルストッパーの当たるところもうちょっと削ってあげて、そもそものこっち側の切れ角も多分普通のやつよりは切れるようにしてあります。なるほど。じゃあリアはどうですか？リアは今のところは普通のエッジアーム化してるくらいなんですよね。でナックルがアルミのもの、TT のトーゼロのものにしてあります。トーゼロなんだ。もう手に入らないですね。当時ものってやつって言われて。トーゼロの方がいいですか？これはトーゼロ派ですね。トーインがあっちゃうと裏切ったりとかする。ただこれはローアーム側でコンマ8トーイン入れてます。なのでトータルはリアはトータルトーインが 0.8 トーインになってます。ああ、なるほどね。0.8 ぐらいがやっぱ一番いいですよね。GRK も俺持ってやってるんですけど A アームで、その時はやっぱり 1.2 から 0.8 とかの間くらいが一番蹴り出し感というか乗りやすかったです。あんまやりすぎちゃうとリアがポンって抜けちゃうんで、まあ旋回重視の大会なんでそういう感じのイメージで作りました。本当にあれですね。トレーリングアングルほどではないけどまあまあついてますね。まあ、トレーリングアングルはまた別の動かし方なんで、サスピンとの関係なので、これはトレーリングアングルはないです。本当はね、エアームにしてトレーリングアングル組んでなんてやれたら一番いいんでしょうけど、サスブロック変えられないんで、そこまではちょっと求められないかなっていうのと、あとあれですね、モーターマウントもうちの、そうですね、はい、最近、中央ドッキング。これもね、あった方が正直自分の場合はいいと思いました。
ただ、注意点が一応あって、あるとやっぱりこうねじり側が硬くなっちゃうんですよ、で自分の場合はその対策でここのねじり本来 BT 持ってる人は4箇所つけるんですけど、外2個抜いてここだけにしちゃうで車体はねじれるようにして上げてつけてあげてるっていうのが、まあ自分の中では感じが良かった。なるほど。もう一個がちょっと映りづらいんですけど、バーチカルの話なんですけど、ここ補強プレートみたいなのがあるじゃないですか、ねじれ防止の、これ前後ついてるじゃないですか、後ろ俺抜いてるんですよ。なるほど。で後ろはまあちょっとねじりやすくしてグリップ感出せるようにして、まあ、前はどうしても転がるのが硬い方がいいので転がるように固めて。すごい。これででも RCDC 出るっていうのがすごいですよ。これでも予選通ったんですもんね。予選の時はまだこれもなかったんで、こんなに調子良くなかったんですよ。なるほど。まあ本当運よく通れたなっていう感じでした。さらに調子が良くなってるということですね。今はもう乗りやすくなりましたね。やばいですね。FR で RCDC 出る人なかなかいねえんじゃないですか。すげえ昔にハイブリッドの人がいたみたいですけどね、でもやっぱりこう向きのモーターですからね、こう縦のモーターでフロントモーターってなかなかないですよね。なかなかないですよね。なかなかない。本当はフロントのモーターもマーベラとかちっちゃいやつあれすると軽くなるんで、それも入れたかったんですけど、買ったんですけど、なんかそこまでやったらなんかこの車でやってる意味がなくて、そこまでやってるともう普通に TT で出ればいいやと思って、なんでフロントモーター感出すのにわざわざこの状態というか。でもトルク方向と合えば旋回はかなり速いですよね。そうですね、はい。合わない時どうします？でもこれなんていうんですか、逆ロールとかしないんですよ、サーボがここにあるから。これが一回サーボこっちに持ってったりとか遊びでしたんですけど、そうするともう逆ロールが起きちゃって旋回悪くなっちゃったりするんで。なるほど。ところかな。あと別にトルクと反対方向でも全然気にならない。気にならないです。なるほど。その辺は。まあ乗った感じもそんなに右でバランス悪いとは思わなかったので。すげえ素直な感じですよね。裏切らなく四輪接地感がある。なるほど。まあちょっと遅いかなってもあるんですけど、まあその辺は勘弁していただいて。なるほど。いやー素晴らしいですね。あとはなんだろう。この BT ユーザー向けなのかな、ちょっとマニアックなところで言うと、これ見えますか？これ MB 用の部品なんですけど、このアクスルにこれピンで留めてあるんですよ。でこれがガタが出ちゃうじゃないですか、本当は。これガタ出なくなって全然回転上げられるんで、7万くらい回してもブラブラブラとか車体振動がしなくなっちゃって。これでこれラップアップ？これはイーグルさんかな。イーグル？イーグルの MB 用のカップっていうんで、なるほど。まあ教えてもらって、こんなのありますよって言われてつけてみたらどうですか。で前後一応入れてあって、なるほど。で前まで金属のシャフトを使ってたんですよ、その予選会場までは。ただあれが入らなくなっちゃったんで、今純正のプラのシャフトにしたんですけど、なるほど。そのせいか回転が軽くなってレスポンスが良くなったっていう、もっとまったりだったんですけど、今はだいぶシャキシャキ動いてくれる。なるほど。気持ちよいかな。なるほど。いう感じですね。このなんかこれ何ビスでしたっけ？これチタンビス。チタンビス。やっぱドレスアップカーなんで。ドレスアップ。見られた時にちょっとこじゃれた風にしてます。なんでここだけ紫なんですか？全部入ってるんですよ。そういうこと。そう、焼きで色が違うんで、焼きで色が違うんですよ。なるほど。こんなんどっから出てるんですか？これは普通にネットで売ってます。七色のやつが売ってる。でも探すとスクエアさんとかからもあるような気がするんだよね。なるほど。七色のやつ。これは完全おしゃれアイテムで、そこまで走りは変わらない。全然変わらないと思う。全然変わらない。ただ、なんだろう、俺が体感したところは、これチタンビスにしてるんですよ。騙されたと思ってチタンビスやってみたらいいですよ。もしかしたら体感できるかもしれない。これが一番体感俺はしたくて。アクスルじゃないのこれ？これタミヤの M 社のあれです。いつも一体アクスルのやつ。本当だ。でこっちからネジ止めるんですけど、普通はスチールとかアルミでつけるじゃないですか。でチタンってマグネットくっつかないんですよ。何のせいかわかんないけど、これチタンにしたらすげえ回転良くなる。なるほど。具合がいいです。なるほど。そんなところだったかなとは思いますね。モーターはホビービングさんの 13.5。なるほど。でアキバンスの WX。はい。最近なんかこれハマってます。しかもこれパワーウェイト積んであるじゃないですか。見ましたね。積んでます。着火。つけるときはでもここに結構もう重さかかってるじゃないですか。だからここにもう重さやると振られちゃうんで。なるほど。かるかな。フロントで言ったらフロントもこんな風になって、リアもこんな風になってるんですけど、ここに重さかけるように台つけてやって、あまり上につってないんですよ、重さを。なるほど。上にやるとちょっとあまり良くない感じになっちゃったんで、重心は十分も高いので。まあまあウェイト積んでますね。でもね。でもこれキャパ下っすよ。これキャパ下か。ウェイトこれだけ。そういうこと。なるほど。車重ボディも入れると1600もあるんですよ。やべえ、ちょっと体重測定ちょっとしてみましょう。すげえ重てんですよこれ。まあまあ
あでもまあボディ入れてこのぐらいだったら、まあ、GRK4 ぐらいじゃないですかね。あ、ジェルキも結構重てんですね。ボディなしはどんなぐらいですか？マッチョだ。来ましたね。あ、重っ。十分重てる。すげえ。GRK5 で1450だったんで、まあ100積んでますからね。後ろにとりあえず。GRK5 で1400だな。じゃあ僕と同じ重さなんですね。4が1450。はいはい。この状態でやっぱ後ろに100抜けちゃうともう全然目方が上がんないというか。そうですよね。いや本当はこの状態でこれ取ればやっぱマーベラにしちゃった方が100軽くなるって考えたらだいぶ違うです。まあローター何種類かあるんで。なるほど。でなんか最近新しいローター出たんですよね。その辺もいろいろやってみて、もしかしたら本番までには変えてるかもしれないし、結局1000回これできやってなったらこれでやってるです。バランスは結構今個人的にはいいかなと思ってるので。なるほど。Just tell me. It's not okay. Whatever, can I walk away? I love you too, don't love me back. I can't send this feeling inside my mind. Baby, please just tell me you can find